第3回時計ワングランプリ2024の後編です。前編では時計ジャーナリストの方が選びそうなモデルを5本紹介しました。今回は残りの6本、いよいよ注目モデルの紹介です。前編を見逃した方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。で、最初にざっくりどういう企画かおさらいしますと、今年の新作腕時計の中からナンバーワンを決めようというこの企画、時計ワングランプリと称していながら私の独断でナンバーワンを選んでしまいます。とはいえ、いろいろと取り上げたいモデルがあったので3つに分類して紹介しています。その3つというのが、時計ジャーナリストの方が選びそうなモデルを5本、それ以外で私が気になったモデルを5本、そして私にとっての今年のナンバーワンの合計11本。前編では時計ジャーナリストの方が選びそうなモデルを5本紹介したので、後編では残りの6本を紹介していきたいと思います。ということで、私が気になったモデルを5本部門やっていこうと思います。では1本目はこちら、チューダーのブラックベイ 58GMT です。ブラックベイ58シリーズはチューダーを代表するモデルになっていますが、今年は GMT モデルが来ましたね。ヴィンテージテイストのデザインに程よいサイズ感で、この辺りの雰囲気はすごくいいですよね。そしてチューダーらしい実用性抜群のスペック、クロノメーター認定の精度、200m 防水、15000ガウスの対峙性能、65時間のパワーリザーブという感じで、大前提使いやすい、これがチューダーの魅力の一つですよね。なんですが、実はこの時計の見どころはムーブメントにもあるんですね。それが GMT 機能に瞬時日送り機構がついているっていうところ、そしてさらに日付のセーフティー機能も搭載されていて、 GMT にもしっかり実用性からアプローチしているんですね。この辺がチューダーらしさをすごく感じますし、いいなと思ったので注目モデルに挙げさせていただきました。では続いて2本目に行きましょう。2本目はこちら、ノモスのタンジェント38デイトです。これはグラスヒュッテの時計製造175周年を記念した限定モデルなんですけど、どうしてもこの場に登場させたかったので選んでみました。というのも、ノモスを推したい、なんかいいんですよね。バウハウスの香りが好きですね。ということで、タンジェント38デイトなんですが、このモデル最大の特徴がカラーバリエーションが31色もあるところなんですね。これ日替わりで付け替えて1ヶ月楽しめるようにっていうコンセプトみたいで、なかなか思い切ったことするなーなんて思ってしまいました。で、そのカラーバリエーションを見てみたら、80年代みたいな色使いで、なんだか元気の出るようなもので良かったんですよね。日替わりで付け替えれば毎日楽しいだろうなと想像してしまいました。ちなみに私だったらどれ選ぶかななんて考えたんですが、これハイフィッシュハウ、読み方合ってるか分かりませんが、どうやらシャークグレーっていうサメのグレーらしいですけど、ちょっとコーヒー感のある色合いでいいなと思っちゃいました。では次3本目いってみましょうか。3本目はこちら、 IWC のインジュニアオートマティック40のブルーダイヤルです。いやー、これつい最近出たばっかなんですけど、いいなと思っちゃいまして、それで急遽入れてしまいました。インジュニアは対峙性能が特徴の技術者向けの時計として誕生しまして、誕生から約20年後の1976年にジェラルド・ジェンタがデザインしたインジュニア SL にモデルチェンジしたら、それがバチクソ人気になったんですね。ジェラルド・ジェンタといえばロイヤルオークやノーチラスのデザイナーでおなじみで、このインジュニアのデザインからもジェンタのテイストが感じられるのではないでしょうか。そして今回のインジュニアオートマティック40、去年の新作として登場しまして、インジュニア SL に寄せたデザインになったということで、かなり話題になりましたよね。デザイン上の大きな違いはリューズガードがついたりしたところで、全体的にスポーティーにアップデートされた印象です。それで今年というか最近ブルーダイヤルのモデルが追加されました。インジュニアのダイヤルカラーってブラックのイメージが強くて、王道はブラックなんじゃないかなと思うんですけど、一方でラグスポジェラルド・ジェンタといえばやっぱりブルーダイヤルですよね。このデザインにブルーダイヤルは映えますね。インジュニアってもともと技術者向けの時計なだけあって、ちょっと武骨な感じがするんですけど、ブルーダイヤルになって爽やかさがプラスされたことで、すごくいいバランスになったんじゃないかと思います。
正直他の IWC のモデルと比較するとインジュニアってお値段は張っていますけれども、ジェンタデザインの時計って考えるとロイヤルオークとかノーチラスって今はとても買える金額ではないので、このブルーダイヤルのインジュニアありなのではないでしょうか。はい、では次に行きましょうか。4本目はこちら、クレドールのロコモティブです。いやー、またまたジェンタ、ついね選んじゃいますよね、どうしても。ロコモティブは今年クレドール誕生50周年を記念して復活したモデルで、先ほどのインジュニアと同じジェラルド・ジェンタのデザインした時計です。ノーチラスが潜水艦をモチーフにしている一方、こちらは蒸気機関車をモチーフにしたモデルですね。で、これ実は去年も同じようなこと言った気がするんですけど、いよいよラグスポブームも一巡したと思うんですよね。というのもジェンタのインジュニアが復活して、ロコモティブが復活して、あとここには出てきていないですがヨルグイゼックの222も復活して、ラグスポ黎明期の傑作がだいたい出揃ったのかなと、このモデルを見た時にそんな考えにふけってしまいましたね。まあとにかく私はロコモティブに関しては記念碑的なモデルだと思っているんですよ。ただ一つ残念なのが、こちらは限定300本ってとこですね。通常ラインにすればいいのになーなんて思っていましたが、クレドールにとってそれだけ大事なモデルだってことなんでしょうね。はい、では私が気になったモデル部門の最後5本目に行きましょう。5本目はこちら、カルティエのタンク類カルティエミニです。これは私としては結構衝撃を受けたんですが、このサイズですよね。小さい。カルティエの中で比較しても今までのスモールモデルよりも小さい、圧倒的に。で、それだけではなくて男性の着用も推奨していますよね。この前ホディンキーの記事でカルティエミニウォッチメンズがつけるためのスタイル提案っていうのがあったんですけど、このサイズ感の時計を男性が使うように提案している。これがもう衝撃ですね。時計のサイズ小さいものがリリースされるようになってきて、いよいよ我々小さい時計好きの時代が来たのかと。来てますね、波が。乗るしかない、このビッグウェーブにって感じです。はい、まあ実際ここまで小さくなくてもいいんですけど、小径の時計が今後増えてくるかどうか、それに今すごく注目していて、もし本当にビッグウェーブになったとしたら、この時計の出現は一つのターニングポイントになっているかもしれませんね。私としては、あとはショパールの LUC1860 も転換点と思う派なんですが、どちらにせよそういう記念碑的なモデルになるかもしれないので、この時計に注目しました。はい、ということで私が注目したモデル5本紹介してみましたけど、いかがでしょうか。前回取り上げた時計ジャーナリストの方が選びそうなモデルよりは現実的なものを入れたつもりですが、それでも若干インパクトを重視しているので、それなりのモデルも入っちゃってますね。我ながらトレンドも抑えつつ独自色も出ているいいラインナップなんじゃないかと思いますね。はい、冗談はさておき、ではいよいよ行ってみましょうか。今年のナンバーワンの発表。いやー、どんなモデルが来るんでしょうか。皆さんもぜひ予想しながらご覧ください。じゃああんまり引っ張ってもしょうがないので発表しましょう。ドラムロールをお願いします。時計ワングランプリ2024、今年の新作の頂点に立つモデルはジャガールクルトのレベルソトリビュートモノフェイスです。いやー、これなんですよね。結局もうこれは圧倒的おすすめ。本当にいいんですよね。ちょっとその辺の話をしたいんですけれども、まずサイズ感抜群ですね。タンクの時も触れましたけど、小さい時計来てますね。いよいよ我々の時代が来たってことですよ。乗るしかない、このビッグウェーブに。はい、でそれだけではなくてですね、小ぶりなんですけどしっかり存在感があるっていうところがすごくいいんですよね。トリビュートモデルの特徴にもなっていますが、インデックスと針がキラキラしていて、すごく高級感と存在感がありますね。あるんですが、小ぶりだから目立ちすぎなくてちょうどいい、そのバランスが抜群なんですよね。さらにダイヤルカラーがブルーとシルバーの2色ありまして、どっちもいい。ブルーはかなり色気のあるモデル、シルバーは爽やかながら存在感があるっていう感じでした。私の好みはシルバーの方で、こっちの方がオンオフ両方とも使いやすそうですし、そういったバランスが良さそうな印象を受けましたね。
とにもかくにも私としてはぜひ一度皆さんに腕に乗せて見てもらいたいなと思ったわけなんです。はい。ということで前後編にわたって時計盤グランプリやってみましたが、いかがだったでしょうか。今年の前半は個人的にはなんとなく盛り上がりに欠けた感じがしたんですが、後半の巻き返しがすごかったなっていう印象でしたね。まあ毎年の話ではありますが、やっぱり新作見るのはバチクソ楽しいですね。また来年もより魅力的な時計が生まれることを祈って今回は終わりにしたいと思います。あ、この後のおまけの方もどうぞよろしく。それではみんな良いお年を。いやー、前回に引き続きですが、ちょっといただいたコメントについて話そうと思っているんですけど、私の時計コレクションについてコメントいただいてましたね。レベルソとサントスとあと何を持っているんだいと、そんな感じのことを聞かれてまして、これはですね、ガチで言えない秘密、圧倒的秘密というのもですよ、私はバーチャルの世界の住人なので、あくまでもバーチャル世界の話ということで聞いてもらいたいんですが、私もですね、当然行くわけですよ、バーチャル世界の時計屋さんに。で、まあそういう時には舐められちゃいけないと思っちゃうわけですよ。誰になのかは分かりませんが、それで当然我が精鋭の時計をしていくんですけど、その時にですね、万が一にもこち時計の会長だとバレちゃいけないとってなったらですよ、これまで登場した時計はつけていけなくなる。だから私はバーチャル時計屋さんに行く時につけていく時計を確保するために、残りの1本はガチで秘密にしなくてはいけないんです。だから本当はレベルソとかもつけたいんですけど、さすがにちょっとそこは避けてしまっていますよねっていう事情があるので、秘密にさせてください。みんなすまんってことなので、もしサントスつけてる女性を時計屋さんで見かけても、残念ながら私ではないのであしからず。いやでもこんなこと言ったら逆にサントスつけていってもバレないんじゃないか。どっちだこんな物言わぬカードを使っての心理戦は鏡を覗き込むようなもの。相手の心を読んでいるつもりが自分ならどうするかという自己への問いかけとなり、気づけばただ自分の心をなぞっているだけ。つまり俺が蛇に見えた、お前こそ蛇なんだ。はい、まあそんなこんなでもう2024年も終わりということで、来年はもっと楽しい動画を作りたいですね。企画は考えてあるんですけどね、いつ披露できるかって感じです。はい。では皆さんにとって来年もいい時計ライフが送れることを祈ってガチの終わりにしたいと思います。それではバイチャ。